おっしゃ。ニュージーランドものすごいいいとこだね。やっぱりその海外遠征ってもともと俺マグロかトラウトで行ってて、そういった意味ではヒラマサよりはトラウトで来たかった場所ではあるんだよね。まあヒラマサはヒラマサでももう世界一のポテンシャル行ってもいいと思うよね。ここは懐かしいっていうよりも2015年だったのかって9年も経ってたのかっていう印象だったかもしれないですね。40キロオーバーのヒラマサっていうのをほぼ見たことがないので想像があんまりつきにくいですね。で戦略とかそのどういうふうに取るかとかってかなり難しいと思ってるので、制御できるサイズでも引きでもないっていうのはもう重々分かってるんで、だからもうかけたとこ勝負で全力で挑まないとおそらくやられる。Kingy fishing for me is about the fights. ヒラマサの釣りっていうのは彼にとっては戦いである。かかったらねガンガン引いていきますので、その力と力の戦いである、戦争だってバトルみたいなものであるっていうのが面白い。一番大きかったのは48キロから50キロぐらいのまで釣れています。ただ自分たちはなるべくヒラマサ殺したくないんでもう早々にリリースしたものが多いですから、まあ数字としては48キロから50キロぐらいだろうっていうものをお客様がこの船で釣っています。お、目だね今。よし、食った。おお、おお、出た。おお、食ってよし食った。ああ外れた。後ろついてる、いっぱいついてる。ヒラマサがいっぱいついてるよ。でかい。後ろの一匹めっちゃでかい。これうわー、すげえいっぱいいる。めちゃくちゃいる。うわバック。お、来たぞ。おい乗れ。今回せっかくこのサンプルをセッティングさせてもらってるんで、もうこのポテンシャルをもうマックスまで引き出して超過を出したいよね。ずっとやりたかったことっていうのがやっぱりヒラマサチューンをとにかくこのニュージーランドの地に持ってきて、ニュージーランドの魚をヒラマサチューンで、釣りたい。で自分のレコードフィッシュ、ヒラマサチューンとオーシャンレコードを使ってレコードフィッシュを取りたい。
ューランドにいるのが信じられないですね。いやー、海に出れたらいいですね。まずそこがキーポイントです。平間さんブレイク30? Yeah, over 30? オーバーでかい。いやそんな目の前こんなさ意外とさっぱりしてるよね。しかもいきなり空港の前に登ってるわけです。1日にね1本か2本しか出なかったりするんですよ。だけど出たらまあ20キロオーバーだったりするんですけど、釣るのはジグの方が釣れてるんですよね。その代わりジグだったら30キロオーバーも結構釣れてるんで、トップはね今釣れてるのはトップはキハダとヒラマサだけです今釣れてるのは。でキハダの方が打率が今いいんですよね、ホワイトアイランドは。でホワイトアイランドは怪物が出るんですけど、今時点ではそんな釣れてないんですよ。トップは下で釣れてます。ただホワイトアイランドって本当に40出るんですよね、この時期だから分からない。結構大きいですね。種類がいっぱい広い。ちょっと違う日本にないような、ルアーを探して使ってみたいですね。ああいう逆もすごい。寄ってる。すごいローカルスタンダードカーペンターも。カーペンターC ブロックがある。小西さんのサイン。トラウトルアーがこんなある。白朝中もある。でかいもんな。でかかこれ。おお。750g ですこれ。ドッテラバクバク。どういうことですか。いやなんか面白いものがいっぱいあるな。やっぱ独特だね、なんかラインナップが。これもいいね。めっちゃいいです。確かに。これはいい。マグロね、みんなで持ち上げるときに。一郎サイン買ってもらいます。やっぱ先輩は偉大です。OK で。今日誕生日だったんですよ僕。いや、おめでとうございます。ふざける。すごいね。ありがとうございます。めっちゃ平間さん。Hungry? Oh yeah, yeah. We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're 気持ちいいですよ。 with me, I feel ようや at く home. 裸足になりました。 Wave goodbye. すごいふわふわ。ふわふわですよ。羽毛のように。 Baby there the whole time. Feels right. You by my side. Sometimes I get lost, but I'm fine. Life gets the best of me, I don't know what to do. I'm still here, and I don't have a clue right now.
はい食べ過ぎです明らかに。 'Cause I wanna know, as long as you're with me, I feel at home. I set my mark right on your heart. What moves I got me this far? Now I don't wanna restart. やってきました。港です。あと釣ればいいだけです。釣れちゃいますよ。8時でもまだ明るい。全然月も見えてるし、港が目の前。これ最高ですね。テラスもあるし、それや準備も楽しみだ。 I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know, as long as you're with me, I feel at home. Oh, I got it bad, I just wanted love. I got it bad. ジャッシュ。どうも。久しぶり。めっちゃ久しぶり。9年ぶり。90 90 いやー9年ぶりに会ってやっぱりちょっとこう貫禄が出てた。なんかひげも生えてなかったからもっとほっそりして、こっちのニュージーランドの海だからジョシュキャプテンの方がでっかいヒラマサたくさん経験してるのかな。年間どれぐらい上がってるのかとかもちょっと聞いてみたいですね。どれぐらい。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか寒くもなく暑くもなく、本当に昼も朝もちょうどいい感じの気候ですよね。モーニーモーニンジョシュ。さあ日本を出て2日目にしてようやく出港することができます。2日間食べたこのドキドキとワクワクと、なんとも言い表しにくいですけどね。昨日船長に会ってさらにそれが増したというか、久しぶりの再会だったんで。目標。あんな贅沢なことあるわけないじゃない。もうまずは1匹釣れればいいだぐらいな感じですよ。お、出たね今。よし、食った。たよ。落ちてすぐ来た。あれ、なんかかかり悪いね。あ、ほらほら、なんかかかり悪かった。あれ
え、海藻に変わった？あ、いや、食ってる食ってる。あれ、なんか針1個外れたんだ。見えてる見えてる。いる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 。おお、強いね。おおおお、ファーストフィッシュ。さあファーストフィッシュ、いきなり10投目ぐらいで釣れました。いきなり魚影の濃さを見せてもらいました。18キロ、めちゃくちゃやっぱサイズの割にすごい引いたような気がします。着水してすぐ来ましたね。まだまだこれの2倍3倍がいるんで、まだ始まったばっかりです。頑張ります。よいしょ。おお、元気。一瞬強いな、やっぱり生命力もありがとうございました。よかったです。1匹目すぐ釣れて。Thank you 女子、ありがとう。なんか渋いって聞いてたのにすぐ釣れてさすが女子。いや、何回もこうなんかもやってきたんだよね、何回も。だからでももう興味を持ってだいぶ寄ってはきてる。でも魚はいっぱいいるんだろうね、やっぱりね。なんか全然引かねえなこれ。もう引くのかと思ったら。サンキュー。出方だけは一丁前なのにサイズが半人前だっていう。全然届かない。チェイスした。ついてきてる。ついてきたのに。来た。すげえチェイスをさっきから何回もあるんだけど乗らねえな。火山のあれがすごいね、ここ。よし、フッキング。おっと、
あ、後ろついてる、後ろついてる、いっぱいいっぱいついてる、平正が。ほら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 、いっぱいついてるよ。でかい、後ろの一匹めっちゃでかい。これでかいよ。すごい、下にいる、下にいる。え？後ろに横にめっちゃついてる。マジ？おお、よいしょ、よっしゃー、2匹目。めっちゃめちゃすごい数をかけてきました。すごい、後ろにいたのもね、なんか倍ぐらいありそうな感じに見えました。なんかニュージーランドらしいヒラマサっていうか、ここに模様がちょっと違うのありますね。パワフルなヒラマサでした。サイズの割にね。はい、行きます。よいしょー、センキュー。ありがとうございます。センキュー。どれちょっと投げてこようかな。ちょっと行ってこよう。おー、出た。うわー、すげえいっぱいいる。めちゃくちゃいる。いやー、そうでもないと思うんだけどな。めっちゃいましたね。めちゃくちゃいたよ。いましたね。俺でも2、30匹ついてきちゃった。最初全然引かなくてさ、おおな横にお、さっきあざっす。ああ、そっか、そこにかかってからあれだったんだな。おおおい、じゃあお祝いの水かけを。いやいや、おさな。でもこんなサイズじゃないんだけどね。おかしいな。Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. なんか一瞬そのスイッチが入った時ってなんか食った瞬間も食った後もそのなんつうの周りの色が海の色が違う。どんだけヒラマサいるんだよっていう。でもアベレージでっていうことはさ、やっぱりねとんでもないのがいるんだよね。まだまだですよ。最初かかってるとこ意外とこういいっていうか1本だったんだけど、ケツ1本でその時は全然もうすぐ見えるとこまで寄ってきたんだけど、フロントがなんか頭の方にかかってからなんかこうタコみたくなってなかなか上がりづらくなったっていうだけの話で、いや俺そんなにそこまで行ってもヒラマサね釣ってるわけでもないから。でもせいちゃんに言わせるとやっぱり引いてるっていうんだよね、日本のやつよりも全然。おお、何あれ、マオマオ、あれの下にヒラマサがいることが多い。あれいたら結構投げた方がいい。あーついてる。あー来てる。あー来てる。あー大丈夫だった。すげえ群れが今ついてたね。もう過ぎちゃってるね。
あ、でも頭の片隅にはいつも40キロオーバーが来るかもしれないってことを頭に置いとかないといけないってことだよね。全く油断できないね。自分の知らない海域に来たらその場所の船長の見えてる景色とアングラーが見えてる景色ってもうだいぶギャップがあると思ってて、船長毎日海に出てるじゃないですか、こっちの船長も。だからその船長同じ今この前を見ててもジョシュ船長の見てる想像してることと自分の想像してることは全然多分違うと思うから、そのジョシュ船長のやってほしいというか、こういうのが釣れるんだよなっていうところまでできれば早く近づきたいなっていうところがあるんですよ。なんかね、とにかくでかいヒラマサを釣りたい一心でめちゃくちゃ太い糸とでっかいルアーを持って強い竿でなんかがむしゃらに投げてたっていう感じだったかもしれない。でニュージーランドも、ずっとこのコロナで来れなかったのもあったんですけど、僕ニュージーランドに来るってなったらもうホワイトアイランド以外あんまりこう頭にないんですよ。それがやっぱり魚のサイズがめちゃくちゃでかいっていうところと、あと根ずれをするポイント。なんか根ずれをしないポイントだとそこまでこうドキドキしない。根ずれをするところでガチンコでこうドラグを締めてやりたいっていう思いがヒラマサに対しては昔からあるんで、その自分試しとかあとそのテクニックだったりっていうのは、こういう場所で日本じゃなかなか出てこないようなサイズ40キロ50キロっていうのが出る可能性があるところで試せるっていうのはすごくこう希少な場所なんでずっと来たかったんですよ。でもなかなかやっぱりそのコロナで来れなかったんで、久しぶりに来てもめちゃめちゃ嬉しいです。来れただけで満足してちゃいけないんですけど、でも景色も変わってないし、ただちょっと釣り以外で嬉しかったのが、当時やってたキャプテンがもう引退されて、その時に乗ってたそのポーターの子が19歳だったんですけど、今はもうちょっと貫禄の出た今29歳かって昨日聞いたら言ってたんで、29歳ちゃんと日本と一緒でこの海外も世代交代っていう船長たちもしてるんだなっていうので、またこうやってガイドしてもらう船があるっていうのはすごく嬉しいなと思いました。だからまたこのジョシュ船長の船で自分のレコードフィッシュを今回ちょっと釣りたいなっていうのと、40キロ50キロのヒラマサ釣ったことがないんで、実際かけて自分がどういうふうにそのヒラマサに対して対応できるのかっていうのを改めてちょっと試してみたい。結構挑戦の意味も込めて投げてます。やっとあとね、ヒラマサチューンをこの地に持ってこれたっていうのは結構嬉しいかな。それも大きいですね。ヒラマサチューンでずっとここに来たかったんで、発売して何年3年目やっとこのヒラマサチューンを持ってこれたんで、これでニュージーランドのホワイトアイランドのヒラマサをバンバン釣ってこのラインの、この凄さっていうのをまた改めて実感したいなと思ってます。魚はいるじゃん、行っても。すれてもいるだろうし、地合いっていうかそういうね、なんかかかってる時間帯一緒じゃん。反応あった時間ってもさ、4本ともさパタパタって2本来てさ、でまたパタパタって2本来てさっていう、だからなんかスイッチだよね、どう見ても。見える数が半端ないから相当いるんだなっていうのはもう分かるよね。なんかあれがもう本当に全スイッチ入った時どうなんだろうって思うよね。あるでしょう、明日明後日のうちワンチャンスぐらいは。田代さん、この辺のクラッカーとかはいいですか？はい、置いてきます。いやほんとちょっと紫外線舐めてた。紫外線舐めてた。紫外線はいつも浴びてる方ですけど、6倍から7倍。Whoa!
おい。ああ、あそこね。マオマオね。ブルーママブルーマオマオね、上にいるね。来てた来てた来てた。ああ、チェイスチェイス。あ、何これ、シイラめちゃめちゃすごい群れが。何これ。これはブルーマーマあ日本でいうとグレそっくりの魚で、ああ、ブルーママ。この青いやつのうん、だいたい下にヒラマサがいるんで、なるほ周りに投げてるとこの青いやつが割れて下からドン。ど。ええ、on the surface over here. Blue Mau Mau. ああ、左のも全部まあまあ。 Over here. マオマオ。お、今日の朝のホワイトアイランドかっこいいな。ベタなぎだなこりゃ。あれだな、風もないしな。Probably mix. ミックス。 Sometimes faster gets more action, but slower gets a better. なんかわかりま Always す。 just the same. It's yeah. スピードアップでスイッチ入れてスローでスローで混ぜると。これは厳しい展開が予想されそうだな。精神的にと体力的にちょっと鍛え上げられる日ですよ今日は。おー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 、飛びよ飛びよ飛びよ。でっけえ飛びよ。最高。今引いてる引いてる。今すごいね今の。あんな群れででかいのはまとまってるんだね、飛びを。あそこもあそこも飛びをバンバン飛んでる。ほら飛びがすごい飛んでる。何が追ってるんだこれは。おー、あそこあそこあそこ飛びを。おー、出た出た出た、ヒラマサが一発一発一発出た。跳ねる割にはあんまり食われないね。おお、飛びよ。やばい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 。当たったラインに。これ GT だったら全部出てるね。一匹一匹に。お、来た来た。おい、シェイシェイシ。うわー、やっぱりだいぶ表層意識してるね、ヒラマサが。あー、なんかついてるな。
れがなんかついてたような気がするな。おお食ってよし食った。ああ外れた一回食ったけど10キロぐらい。10キロすごいね。このトップとシンキングでこんなにも一気に反応が違うなんてね。昨日と水の色は違うな。昨日ブルーだったけど今日グリーンですね。全然こうクリアウォーターじゃない今日は。でも潮目があってちょっと向こうからはすごいクリアだけどこっち側の内側緑なんだね。でも一回もついてきてないからねシンキング今日。感触的にはちょっと薄い。これを引いてる横でバンバンジギングにヒットしてるのにこれには何も反応がないってことはラインの太さとかなんかそういうものが察知されてるかもしれないな。お、来た来たぞ。おいおい乗れ。くそ出てきたらかなり食い気があるんだけどね。56mまで浅くなってきました。いやーやばい今にも出そう。ああ釣れた。ちくしょうまだ追ってきてねえかな。やっぱ来るんだな沈めてると。よし来たぞ。いるそこにもちっちゃいけど。可愛いけどやっと来てくれた。はいはい。やったー。一匹最後の最後に釣れました。可愛いけど嬉しい。ずっとシンキング投げてたんでやっと反応してくれました。よしリリースします。おお元気。やっと来た。シンキングだと追っかけてるサイズがわからないからドキドキしますね。走るのかなと思って走らなかった。でもやっぱサイズの割に引いてるかもしれないですね。今日も1匹見れました。2日目終わりました。なんとなく昨日予想した通りの展開にはなったような感じはしますよね。ベタなぎで風なしで潮なしで、最初に入ったポイント人流し目で出てくるっていうのは
昨日よりもかなりこうシビアだったような感じがしますけど、今日はねでもトビウオナブラが見れたり、なんか可能性を感じる場面がまあ結構あったんですけど、ちょっとバイトフッキングまでにはちょっと至らなかったっていうところだったんで、まだまだちょっとつかみきれてないところはありますけど、毎日釣れるわけでもないんで、とりあえず最後にシンキングで1本釣れたってことだけでも結構収穫かなっていうところですね。明日もうちょっと風が強くなって、海峡が、また変わると思います。おそらく初日よりも、風が出るっていうような話だったので、明日に全てをかけて頑張りたいと思います。風が出て調教が良くなったにしても、多分その最初の人流しっていうところが今回かなりのキーポイントになってくると思うんで、そこを逃さずに、きっちりと取るためにまた今日帰ってからラインシステムとか、リーダー、リール、ドラグ、竿の傷から何から全部チェックし直して明日に挑みたいと思います。お疲れ様でした。いやー今日はね非常に何もかもが辛いよね。風もないで、なんか水が濁ってる。多分なんか話によると火山灰の、濁りじゃないかって話がもう本当チェイス何回かあったけど、チェイスも昨日から見ると何分の1みたいな感じだし、かかるのはジグかシンキングで相当下まで落とさないとなんか当たらないみたいな感じで、ちょっとこの状況は厳しいよね。本当反応が本当少ないからね。なんかこうそれでもこれだけ数がいるからタイミングとその魚のスイッチとその潮のタイミングとかっていう何かきっかけはあるんだろうけど、でもジギングも釣れてるとはいえ釣れてる時間帯と全く釣れない時間帯があるよねやっぱり。その辺もなかなかやっぱりこう、いまいち勝手がやっぱりこの2日ぐらいだとまだ分かってないっていうかね。その辺ある程度こう何日かやっていくと分かっていくんだろうけど、まだなんかこうちょっとまだつかめないよね。昨日みたいになんかこう変わるたびになんか反応でもあればいいんだけど全くないとこないしさ、非常に難しい。でも唯一あれとすれば明日少し風が吹きそうだから明日に全てをかけていきたいと思います。めっちゃ潮引いてる。めっちゃ水動いてる。めっちゃ水動いてるじゃん今ほらすごいスピードでこんなに川の流れのように引いていくんだよ。ちょっとね本当は今日が一番ちょっとしけっぽい予報だったんですごい期待してたんだけど、なかなか今日も朝から凪っぽい感じで困ったなと思ってるんだけど、でもとりあえず雨はつくみたいなんで、どのぐらいの雨かあれだけど、ある程度こうそういうちょっとした変化があったタイミングで魚のスイッチが入らないかなと一応期待して今日も投げ続けようと思います。なんか今日朝港に来たら干満の差をすごい感じたんですよ。だから昨日と一昨日とそれなかったんで、なんかもしかしたら今日潮が動いてるのかなと思ったんですけど、この昨日と一昨日潮が動いてない、ほとんど動いてなかったから、今日ちょっと潮の動きに期待してるのと、あとはローライト、低気圧が昼から来るっていうことなんで低気圧に期待してるのと、
結構天候任せなところだったりするんですけど、濁った場所ではシンキングにちょっと反応してたりとかジグに反応してたんで、その水色を見ながらルアーの使い分けしたり、昨日トビウオがたくさん跳ねてたんで、そのトビウオがまたいた場合のルアーセレクトだったりとか、その場の状況に合わせて、どっちにしてもその場の状況に合わせるしかないと思うんですけど、どれがベストかまだはっきり分かってないんで、そのベストを探していきながら、なんとか1本っていうのは目標ですけど、その中でもでかいのが来た時に、キャッチできるように頑張りたいと思います。最終日頑張ります。あれ、なんか潮ありますよね。やっぱり潮があります。動いてる。潮がちょっと動いてる感じがします。潮目が結構出てますね。そうだね。オッケー。ゴーゴーゴー、お願いします。ジャック、カレント、トゥデイカレント、ファースト。流れてるこっちに。朝の引きはやっと来たね。流れがあそこ見たらだいぶ流れてる感じがするもんね。雨降ってくれないかな。潮風条件合ってるねこれは。なんか出そう。潮が動いてていい感じだね。なんかでも風流れてるじゃん。なんか潮目だらけだけど、なんか風がないからどうなのかな。昨日よりはちょっと澄んでる。ちょっと濁ってるけど、昨日よりはちょっとだけ澄んでるかな。潮も動いてる感じだし、ただ風の波立ちが何もないからやだね。やっぱり風が欲しいね。トビウオが跳ねてたポイントかな、ここは。ムロアジかな。あ、いや、マゴマゴだなこれ。お、蹴る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 。よしよしよし、その勢いで食え。ちょっと早かったけどね、寄ってきたのね。おお、なんかビートが跳ねた。わーって出た。乗らない。いやー、出たのに乗らなかった。今何回もアタックしてきたな。お、ついてるかな。なかなか捕食のスイッチにはならないね。女子にポッパーかペンシルか。ペンシルだったらどれぐらいのサイズがいいか、これより例えば大きいとか小さいとか、今結構沈んでるんですよ、水面下に。もっと浮く方がいいのか、今のままでいいのか。 Thank you。 この辺もね、やっぱその船長のこの辺が
このルアーが釣れるんじゃないかって思ってる、違うことをやりたくないっていうのがやっぱあるんで、船長のもベストも聞きながら自分の中のこう選ぶルアーっていうのを決めてやっていくと近道じゃないかなと思ってやってます。とりあえずルアーチョイスは間違ってないということだったんで、これでいきます。いっぱいチャンスがあればいいけど、とりあえずワンチャンスだな。ワンチャンスと思ってやらないと。最終日、雰囲気が一気に出ましたよ。風吹け、雨降れ。お、来た。出た出た。一郎さんも出た。おっしゃ、遠いなこれ。だいぶ遠かったね。見えた。おお、強いねキングフィッシュ。見えてからも強いよ。おお、サイズの割にはあんまり最初引っ張らなかったですね。結構すんなり寄ってきて、でも最後やっぱめちゃめちゃ粘るというかね。135センチない、全然ないな。126、26 Just about 20, 19.8. 19、もうちょっと19.75 ぐらい。いや、ワンチャンスだと思ってたんで取れてよかったです。ルアーを変えたらちょっと一発できました。かなり遠くでヒットしたんでね、根釣りがちょっと焦りましたけど、あんまり最初走る魚じゃなかったんで取れてよかったです。最後の最後、粘り強く引くところがなんかニュージーランドのヒラマサっていう感じでした。めちゃめちゃ嬉しい一本です。ありがとうございます。こっちまでちゃんとタグ打つんですね。よいしょ、いきます。はい、ありがとう。おー、めっちゃ元気だ。やっぱ生命力強いのかな。めちゃめちゃ元気です。やったー。19.75 キロ。ちょっと初日の18キロからサイズアップしたんで、かなり納得できる一本になりました。まだ時間あるんで、まだ倍のサイズがいそうな雰囲気なんで、まだまだ頑張ります。お、来たおい、どれ、おい、取らん。抱かされた針一瞬乗ったけどね。
Sorry. Sorry. うだー。 80 meter. おお、来た。ああ。おう。おう。おう。ああ、乗ったのに今。おうおうおう。ねえ、ビッグビッグ。結構大きかった。やっぱ雨いいね。出たのにな、乗せきらなかった。3回も出たのに1回ゴツゴツってきたけどね。さあ出てこい。もう一回。なんでしょう、まあはっきりとした理由はわからないですけどね、もう今までのなんかガイド経験で雨が降ったり低気圧が来たりすると急にこう活性が上がるっていうのは気圧の変化か、あとローライト見にくくなるっていうところだったりとか、まあごまかしって言ったらあれですけどね、なんかそういったところで朝間詰めとか夕間詰めとかってちょっと出やすいじゃないですか。出やすい感じがするじゃないですか。だからなんかそれに近い状態をちょっと作り出してくれてるような感じもありますね。あとその低気圧が来るとね、今もそうなんですけど風が出てくるじゃないですか。この風がまた助けてくれるんで、大雨が過ぎるとねちょっとわからないですけど、ただ今年の秋はもう超大雨の中でもボッコボコ出ましたからね、ありえないぐらいの活性に出会ったこともありました。で次の日は全然出ない、ね、因果関係は必ずあるでしょう。これは風出てきましたもんね。だって昨日も一昨日もこうやってるんですよ。ここやってるけど結構活性の高い状態で出てきましたもんね、魚が。ただやっぱ人流しかもしれないな。あれで取らなきゃいけなかった。でもこの状態が続いてくれたらどのポイント行っても活性の高い魚が出てくるかもしれないです。まさに恵みの雨かも。最後の最後まで何があるかわからないですからね。そんな期待をさせてくれる状況っぽいです。お、出たあー、持ってない。なんだこの雨は。降りすぎやろこれは降りすぎだけど平正にはあんまり関係ない。おっしゃ、ちょドラグが出ないね。はい、早巻きから、バイトがありました。リアクションで食わせようと思ったんですぐ、反応してくれて、なんかすぐ結果があったんでちょっと面白かったな。早巻きにして食うかなと思ったらすぐ食ってきてくれたんでよかったです。まあ、サイズはともあれ嬉しい一本ですね。尻尾がやっぱ太いな。ちょっと尻尾がね、日本のヒラマサよりちょっと尻尾が太い気がしますよ。じゃあ逃がします。よし、おお元気。バイバイ。はい、ありがとうございます。イチローさん釣れないかな。いいサイズがイチローさんに釣れてくれたら最高なんだけどな。来ないかな。ほんと30キロぐらいのイチローさん。
しょ。もう強え。うわお。ああ。今のはちっちゃかったな。おおお、食った。やった、一郎さん食った。おお、ドラグ出てる。いい音。上がってくれ。10キロありそうな感じだった。どこ行った。よいしょ。おお。全然やっぱ活性全然違いますね、昨日と。また出てきますね。お、来たよ。おし食った。かわいい。うわ、いっぱいいる。かわいい。スモール。ああ、ナイスフィッシュ。やっとかかったよ、なんと。おお、危ない。やったー。ダブルキャッチ。2匹ともめっちゃおとなしい。すごいバイトがいっぱいねえ。そのなんかちっちゃいやつがめちゃめちゃ投げるたびに追ってきてさ。はい。よし。食ったのちょっと大きかったからまだよかったけど。僕はちっちゃいんでやりました。ダブルキャッチ。今日全然活性違いますね。違う。なんかまた出てきますね。すごい。なんかまだまだ爆発しそうな予感です。じゃあリリーします。はいとー、バイバイ。早っ。一瞬で消えてきました。なんか生命力が強い気がするな、日本のヒラマサよりも。
ライブベイトライブベイトライブベイトボーンってこない。お食った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 うわうわバックバックうわすごい重量感。強いね。なんか首とか叩いてないもん。泳いでる普通に。まだ全然元気って感じ。すごいね。浮いてこないよこれ。よいしょ。船がストップストップストップ。お、見えたかな。お、見えてる見えてる。近い。見えた。見えた？おお、見てる見てる。おお。リーダー入った。かかりが。おお。かかりがめっちゃ悪いんだ。ストップ。かかりが。かかりがめっちゃ悪い。ストップストップ。船走ると。船ストップで。船ストップの方がいい。すごいかかりだったんだこれ。うわあ、これは弱らなかった。まあでも勘抜きなんだね、ケツ。はい。
よし。首振らないからおお、でかい。いやー、Thank you Thank you。 いや、いるんだいね。ますね。すごい引きました。引いたというかかかりどころが悪かったんで抵抗がものすごかったです。いや出されてないんですけどずっとそう前進をしてるんでこう抵抗がずっとかかり続けてかかりが良かったらもうすぐ上がってたと思うんですよね。25ぐらい28キロ棚からぼたもちみたいなこんなことある何と言いましょうか、ルアーを引いてたらブルーマウマウが引っかかってそれでそのままなんか待っといたらかかるのかななんて冗談半分で待ってたらすぐヒットしてまさかこんなサイズがいるなんて思わなかったですよ。本当にラッキーだったのか何だったのかもう。でも群れの下にこういうキングフィッシュが潜んでるっていうことは改めて分かったんでちょっと引き続きちょっとこのサイズをねルアーで狙っていきたいと思います。最高に引いたヒラマサでした。よっしゃー、これがやりたかったいい、いきます。はい、ありがとう。いやーすごいまさかの展開になりました。でも本当群れの下にねあんなでかいヒラマサがいるってことがもうはっきり分かったんでさらにこうちょっとやる気がヒートアップしました。まだまだちょっとルアーで頑張ります。マグロファイトをちょっと想定してやったらちょっと厳しいかもしれないあんなの1時間とか絶対持ってられないよ。いるんだもんこの下にマオちゃんでも食ってるってことですよね。マオマオブルーマオマオ食ってる。日本ってあんまりベジナの浮きぐれの中に投げてもあんまり出てこないんですよ日本は。印象的にはなんかこのなんでしょうそんなにこいつを捕食してるっていうイメージがないんですけどでもマオマオの周りに投げるとこっちは出てきますよね。しかも10秒ぐらいだったんじゃないですか食ったの。引っかかってミラクルだミラクル僕のニュージーランド記録まであと1キロだったなでもライブウェイトだからファールであれ太ってたら30キロオーバーだったね。船長上がってきた瞬間にスキニーって言ってたもんね短かったけどすごい短いヒラマサでしたね。140センチなかったんじゃないなかったですよね。ラインシステムやり直そうかな。どうだろう14とかそんなもんかな。13、14キロちょっと測ってみようか。これ何キロかドラグが何キロか。15ドラグ15キロ。マジックで真っ黒のこの子は、韓国に一緒に連れてって2本3本持ってったのかな。で1本は、40キロオーバーが釣れた40キロ釣れたんですよ。でもう1本、この子は釣れなかったんです。だからこの子と一緒にいろんなところに行ってるんですよ。今回は、初日の18キロか
と、16キロと、さっきのマオマオで釣れた1匹ですけど28キロと釣れたんで、これはもう部屋に飾って引退させたいと思います。一個一個ね、なんか僕はルアー思い出を作るというか、こう釣れた場所とか魚を来たを書いて自分の部屋に飾ることは多いです。ジローさん食った。フッカビッグ。全然ドラグ出ない。おお、いったわ。おお。お、でかい。おー、サイズアップ。サイズアップ。うわ、模様がすごいですね、これ。でかいでかい。20キロありそう。バーンって車をもういなくなったら出てきた。あ、そうなんですか。おお、これ太ってる。太ってる。おお、太い。太い、模様がすごい。読んでもらった方がいいかも。113。サチョウ113。113ってことはなんぼ15ぐらいある。ありそうです。全長124。18。おお。いや、わからないです。17.75。おお。やったー。サイズアップ。サイズアップ。やった。よいしょ。おお。やべやべ。なかなかブルーマンマオ作戦ど真ん中通したら一気に沈んでシーンとなったところでほっぽったらボカーンって出ましたね。いやなかなか今日サイズアップで今回いきました。いくよ。
あこのなかなかブルーマウマウ作戦なかなか効いてるね。ああ、さっきラストワンキャスト。ワンキャスト。終わり。ラスト。さよならニュージーランド、ホワイトアイランド。さよならニュージーランド、ホワイトアイランド。また次はいつかな。楽しかったー。ありがとうございました。Thank you, Jack. Thank you, ありがとう。なんかいつも遠征すると大雨になってこんな天になってる気がする。そしてそんな日にいつも釣れてる気がする。韓国も大雨の時釣れてましたよ。いつも雨。恵みの雨となりました。やっぱり寒いけど嬉しい寒さ。ホワイトアイランドですよ、あれが。ですね。今日はっきり見えてますね。昨日ぐらいから結構空気が澄んできて見えるようになりました。今日出たいね。今日出たらすごいんじゃないですか。爆笑だね、きっとね。また、なんか日に日に良くなってきましたもんね。風が出て雨降ってすごい可能性を感じましたよね。いや、ベタなぎでね、まあ釣れにくいとはいえ、あれだけね、そのチェイスだ、一気にこう何十匹もやってきたり、ああいうことがあるっていうだけでさ、まあ、日本だとさダメな条件ってさ何もなかったりするじゃない。まあ、やっぱりポテンシャルが違うんだろうね、もともとの。ベタナギのピーカーベタナギで条件が悪いって言われてる中であれだけのなんかが見れるっていうのは本当にこう魚の量が多いし、船長たちがランニングした後にほとんどの魚にもなんか決まったかのように全部タグ打ってたじゃないですか。ああいうところがそもそもなんかキープした魚はトータルで20匹以上とか、この魚は5匹とかって全部こう国で決められてるって言ってたんで、そもそもなんかその資源保護に対する意識がなんかもう決められてるかのような感じがしてですね。もうなんか素晴らしいよね、何もかもが。なんかこうみんないい加減じゃないじゃん。はい、かなりきっちりしてましたね。魚の引きどうでした、一郎さん。魚なんか本当に引きどうでした。それちょっと僕日本のヒラマサ、まあ引くんですけど、ニュージーランドのヒラマサの方がサイズの割になんか引くイメージがやっぱその9年前のうる覚えではありましたけど、今回ちょっとまた引きをそれを確かめようと思って、引きを気をつけてたんですけど、やっぱ最後まで僕はなんか結構引っ張るような感じがしたんですけど、まあ
俺でもそんなにその日本でねそのヒラマサってそこまでやる機会って少ないんだけど、まあ少ない経験の中から見てもなんかそのまあ初速はまあちょっと分かんないけど、その最後上がってくる途中にドラグを出す、でまた上に来てからドラグをまた出す、あんなに締めてんのにそうですよね。あれで多少なりとも出せるっていうその力がなんか持久力がすごいなんか日本のヒラマサよりもなんか高い気がする、持久力がある感じがしますね、うん最後まで最初の引きをなんか維持し続けてるような印象がすごい強かったんで、なんか最後の方ちょっと油断しがちなんですけどバランス崩しそうに何回かなったんで、そうだよねすごい引いたなって。あれがだから40キロとか50キロになったらちょっとどんななんだろうと思ってます。いやー夢があるね。普通に40、50本当に狙えるこうポイントだからね。またちょっとまたチャレンジしたいねチャレンこれは。ジしたいですね。また近いうちにそうだね来よう、はい、また夢のちょっと4、50キロ釣りに、ファイトアイランド。はい、本当に一郎さんとこれで今回すごい楽しかったです。いや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 ありがとうございます。いやありがとうありがとう本当に最高だったよ。 The winter we met made sure I never would forget. Swore I'd keep you safe.